時丸田中のモーニングレディオじゃなくて、今日は YouTube です。皆さんこんにちは、時丸です。いつもね、こんな感じでポッドキャスト収録してるんですよ。はい。裏チャンネルっていう感じでやってます。はい。更新頻度少なめなんですけどね。今日は4月買い物チャレンジの結果発表をしていきたいと思います。で、今年に入ってから買わないものチャレンジをしていて、で、それを掲げたのがね、1月なんですけど、めちゃめちゃ買ってるんですよね。結果的にね。で、どういうふうに買ってるかとか、なぜ買ってるかとか、で、その経緯とか、をちょっとね、話していきたいと思ってます。で、買わないことが目的ではなくて、その買うもので、自分の買い物で自分のライフスタイルとか今後の活動を考えていくっていう。なんかその行動っていうか、その購買行動をちょっと引き目で見てから、じゃあそれは何を表しているのかってね、自分がどういう方向に向かおうとしているのかっていう、ちょっとそういう買い物セラピー的なところも最近あるなと思うようになってきました。これちょっと言い訳がましい感じはするんですけど、で、1月はね、買わなかったんですよ、何も。結果的に。1月は何も買わずに、で、2月は買って4点ぐらいかな。で、3月も3点ぐらい買って、で、4月です。はい。4月の結果なんですけど、合計ですね、6点かな。6点ぐらい買いました。で、それは、前ワードローブ紹介してると思うんですけど、一つは服です。はい。まず、衣類ですね。衣類を買ってます。で、ワードローブ紹介の動画上げてますので、ぜひね、そちらご覧ください。で、3つぐらいかな。ジャケットと、スウェットと、スウェット今着てるものなんですけど、もう一つはなんだっけ、T シャツか。T シャツ。同じものを買ってます。で、結局、前持ってたものを、手放したりもしているので、物の数自体はそんなに減ってないっていう風な状況ですね。で、新たにね、最近買い足したのが、今、ここに映ってるマイクですね。はい。マイクと、そのマイクスタンドみたいなものと、もう一つ、イヤフォンですね。イヤフォンも前回かな、この間、動画でね、ちらっと紹介したんですけど、モニタリング用のイヤフォンっていうのを買ってます。で、すべて、ちょっとね、配信のクオリティをもうちょっと上げたいなと思って、ライブ配信を今月1回ぐらいしてるんですけど、なんか、ちょっと問題があるんですよね。で、その問題っていうのは、ちょっとマニアックな話ではあるんですけど、自分が使っているカメラが、モデルが古くてですね、最近のカメラみたいに、なんて言うんだろう、カメラの音声をそのまま拾って配信できないようなタイプのカメラなんですよね。最近のその Vlog カムとか、Vlog とかいわゆるそのオンライン会議みたいなものに使える用のカメラっていうのは、なんかちゃんとそういう機能がもうついているんですけど、それがね、ついてないんですよ。だから音声がちょっとね、気になるところが自分の中であって、自分のクオリティの担保としてですね。で、やっぱりそのラジオ的に聞いてくださってる方とか多くて、で、やっぱそうなると音声って結構大事だなと思って、で、前話したと思うんですけど、ゆくゆくね、僕ね、ラジオ番組を持ちたいと思ってるんですよ。これちょっと冗談っぽいですけど、ちょっと半分冗談で半分本気みたいなところあって、で、そのためにも、ちょっとね、音声クオリティっていうのをもう少し上げたいなっていう思いがあって、今回導入しました。はい。メーカー的には、手話っていうね、メーカーなんですけど、アメリカのメーカーだったかな。ゆくゆくなんかその自分の放送環境紹介みたいなものも、興味ある方いればね、してみてもいいかなと思ってるんですけど、ひとまずここに今映ってるやつですね。どうでしょうか。普段と、でもそんな変わんないかな。いろいろ普段もその音声編集みたいなものは若干入れたりはしてるんで、そんなに変わんないかもしれないですけど、自分自身の作業とかそういうものがやりやすくなるために、今回買い足した経緯です。で、あとね、その音声系の話で言うと、自分の部屋はもう何もないので、音がね、やっぱ回るんですよね。響くんですよ。これ引っ越したての部屋に入った時にむちゃくちゃ声響く経験が
した方多いと思うんですけど、そんな感じで、もう常にそんな感じなんですよね。だから何もないから反響音がすごいと。録音するには、だからあまりふさわしくないんですよね。で、本当はその周りになんかスポンジのプチプチみたいなものを貼ったりして、で、もうちょっと音響を抑えた方が音声っていうのはクリアに取れるんですけど、ちょっとそこまでのスタジオ化ができないので、今他のね、ヨガとかいろんな用途に使ってるんで、この部屋の中で全てを私やってるので、その音声特化だけにすることができないんで、そこがあまりこうコントロールできないので、せめて、ちょっとマイクと録音の環境っていうか、機器でそれをカバーしようというふうな考え方があります。で、なんかほら、一気にラジオっぽくなるでしょ、マイク入ると。だから配信とかもこっちの方がいいかなと思って。なんか普通に何もなしで話してるのと、なんかマイクあるのとなしでさ、やっぱマイクある方が、なんかレディオっぽいなってなるじゃないですか。なんかその、ぽさっていうかね、そこもちょっとね、入れたいなっていう風な、ちょっとね、欲が出てきてる最近。で、これまでの、なんとなくね、毎月そういう風に買い物チャレンジやってるわけですけど、なんか今までのアイテムにやっぱり共通して言えることは、全て、事業投資みたいなところがあるってことですね、自分の場合はね。で、ほぼほぼもう毎日使ってるんですよ。こういうふうに制作とか、PC のね、なんかスタンドとか、ああいうこうマウスとかキーボードとかも2月に、ちょっとね、体を痛めるこう予兆があったので導入したんですけど、なんかそういうふうにほぼほぼ毎日使ってますね。で、イヤホンとかもそうだし、このマイクとかもそうだし、マイクはね、必ず毎日ってわけじゃないけど、映像を撮るときは、なんとなくこう、セッティングしたりして、それで音声だけ拾ったりとかもしてるし、あとアフレコとか、ね、いろんなこう旅に行ったりしてる動画のアフレコで使ったりとかもするので、結構ね、頻度は高かったりします。で、3月の終わりに買ったのが、シューズでしょ。ビボペアフットのシューズをリプレイスしたりとか、あとその衣類関係はもうほぼ毎日使うので、もうなんか使っているものがないっていう感じなんですよね。だから結局数は買ってしまっていて出費はしてるんですけど、自分の中ではその全く失敗したなとかもったいないなっていう感じはなくて、むしろそれによって自分の生活が向上している。自分の暮らしがですね、もうちょっとこう生きやすくなっているような感じになっているのですごい満足しています。いい買い物ができているなと思いますね。で、いつもそんな風に買い物してるんですけど、やっぱりこの買い物チャレンジを始めてから、よりなんかそういうことについて考えるようになりましたね。だからそれが結構いい効果を表しているのかなと思ったりもしていて、で、まずこの皆さんに報告するっていうことで、自分がやっぱりそんなにこれ本当に必要かなっていうのを結構真剣に考えるようになりました。で、真剣に考えた上で買うっていうことになるんですけど、それいつもやってることではあるんですけど、なんか自分のためでもあるし、それをなんかこう、自分のこう制作によって他の人、このマイクとかで音が良くなって、もう聞いてる人が皆さんに届く声っていうのがもう少しですね、なんか聞きやすくなったりとか、なんかそういうちょっと無駄なものは買わないっていうか、自分にとって結構これまでは遊びとか、単純に試したりとかエンターテインメント、自分の楽しみだけのために買うものっていうのがあったりもしたんですけど、なんか全てこう実用的っていうか、そういう風なラインナップになってしまってますね。で、それがなんか面白くないっていう話ももちろんわかるんですよ。やっぱりその無駄なものの中にこそ、自分がね、突拍子もなかった使い方を発見したりとか、新たな無駄なことをやることによって、なんか面白いおかしい方向に進んでいくみたいなこともあるし、で、それが道具によってね、導かれるっていうことは結構あるので、なので僕はなんかバカなものを買うとか、面白いものを買うっていうことに対して、結構ね、賛成なところがあるんですよね、実はね。こんな少ないもので自分は暮らしておきながら、なんか変なものを買ってたりとか、変なものを置いてる人の家でそれをこう見たりするのが結構好きで、昔から。これなんだっていうね。だから多分、三浦淳さんがさ、いろんなほら、仏像を趣味にしてたりとか、なんか蛇のゴム人形みたいな、ゴム蛇みたいなものを集めてたりとかするじゃないですか。ああいうのたまんないんですよね。だから好きではあるんですけど、自分が持たないっていうだけで、
で、そういうコレクターになるとしたら、もうやっぱそれだけを極めるみたいな方向に本当は行きたいかなって思うんですけど、今の気分的にはそっちではなくて、減らす、とにかく。で、減らした中で自分が心地いいもの、減らす中でも本当にそれを見極めて、その道具が自分にとって最適か、で、自分が使う環境とか、届ける相手にとってふさわしいかっていうのをちょっとね、探すようになりましたね。だからそういう意味で、買い物チャレンジの、なんか成果じゃないけど、結構いい効果がこれ出るなと思いますね。で、皆さんもね、コメントを結構書き込んでくださって、毎回。で、成功してる人結構いるんですよね。2月、3月とか、私は今年も買いませんでした、買いませんでした。今月も買いませんでした。で、今月これ買っちゃいましたとかね。書いてくれて、で、今回もね、ぜひ書き込んでほしいんですけど、4月分をね。で、これ本当に4月まで本当に4ヶ月クリアできれば、もうほぼほぼ半年クリアしたようなものなので、もしかしたらね、なんか、すごいことが起きそうですよね。半年買わなければね。で、ルールとしては、消耗品とかその辺は僕は外してはいるんですけど、本当に厳しい人はね、食料品以外は全てカウントするとかね、なんかそういうルールもできるし、なんか人によってね、いろいろカスタマイズしながら、なんか楽しいチャレンジに、していけたらいいなっていうね、感じはしています。あと、機材系に関して話をすると、この間ほらトランプ関税の影響があったじゃないですか。で、あれがね、サプライチェーンが結構打撃受けることになるので、アップル製品とか、アメリカの製品とかは基本的に値上がりするっていう風な予測を僕はしてます。で、いろんな見方あると思うんですけど、それがどれくらいの時期になるかわからないし、読めないところは全然あるんですけど、ただやっぱりその中長期的にはですね、今年の6月以降とか7月以降ぐらいは、結構上がってくるんじゃないかなって気はしていて、で、特に半導体系の、動きは顕著ですね。で、去年の年末とかに、私ストレージとかを新調したりしたんですけど、今2テラとかの容量のストレージで、25,000円とかなんですよ。割とメジャーなメーカーのもので。で、それが去年は18,000とか9,000ぐらいでした。なので、この2、3ヶ月で6,000円ぐらい上がってるんですよね。で、やっぱりそういうふうなチップとか半導体系のもので、アメリカの会社で、中国生産みたいなものは値上がりの傾向にあるので、で、僕は今回買ってるようなギアとか、制作用品、制作に使うような機材も割とね、そういうものを狙ってちょっと意図的に買ったりはしてます。はい。なので、それが今後ね、例えば半年後とかにそれを導入した方がいいなって思った時には、もしかしたら5,000円、6,000円、あるいは物によっては1万円とか2万円ぐらいの価格の上昇がしてたら、ちょっときついなって思って、で、このタイミングでね、買っておこうというね、気持ちがちょっとはありますね。で、これどうなるかわからないので、もちろんその企業努力で、その関税の調整をしながらね、価格を抑えたりとか、逆に、いろんないい条件が働いたりして、価格がね、今よりも下がるってことはあるとは思うんですけど、ただね、半導体とかそういうストレージ系に関してはね、なんかもうここ最近はもうずっとなんか上がり調子ですよね、やっぱね。だから写真とか、動画とか、そういうふうな制作をやってる方は、その辺に結構敏感だとは思うんですけど、ね、その辺をちょっとどう考えてるのかとか、それによってね、買った方がいいのかとかね、意見もあればね、またぜひ教えていただきたいと思います。そんな感じで、今日はこれくらいで、このチャンネルでは少ないもので暮らしながらいろんなことを考えたり、面白い実験をしたりしています。ぜひね、チャンネル登録をして、また次回も遊びに来てください。何もない部屋ですけどね、5月に入りますので、もうどんどん暖かくなってね、いい季節になりますよね。外に出かけたい気分です。また次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。